そう考えると姿三四郎っていう作品は黒沢ワールドの原点でありながらターニングポイントなんです。デビュー作で一つの完成を見せて、そこから別の方向に舵を切っていく。新人監督なのに随分先を急ぐ人だなと思います。黒澤明前作解説エピソード1、姿三四郎。姿三四郎は黒澤明の監督デビュー作です。改めてこの映画を見ると、その後の黒澤映画で見られるあれやこれやがあちこちに見ることができます。七人の侍のようなダイナミックな演出、風ビュービューするところは用心棒を思い出すし、そして何よりも赤ひげなどで見られる師弟愛というモチーフがすでにここで描かれているところが注目に値します。デビュー作に全てが詰まっているかっていうとそこまではない。だがもうデビュー作で黒澤明は始まっている。今回は姿三四郎を見ながら黒澤明映画の原点を探していきたいと思います。姿三四郎は1943年に公開された黒澤明32歳の監督デビュー作になります。柔道に青春をかける若者姿三四郎、そして彼の柔道の師であり人間としての師でもある矢野正五郎との出会い、そしてライバル檜垣健之介との対決、それらが描かれていきます。撮影が始まったのは1942年の12月ということです。予算もない、フィルムもない、しかも検閲まである、そういう状況の中においてこれほど戦争っぽさを感じさせない痛快青春娯楽映画を、よくぞ作れたものだなと思いました。この映画当時は相当ヒットしたらしいんですが、ヒットの要因としてはこの映画に戦争中って感じが全くない、そこが大きかったんじゃないのかなと思います。よくデビュー作にはその監督の全てが現れるなんていうことがあります。黒澤明に関して言えば間違いなくデビュー作に全てが現れているのかなと思います。まず映像にものすごい勢いがあります。この映画の中で大きな柔道の試合は3つあるんですけれども、その3つともおっと驚くような演出が施されています。例えばスローモーションを駆使したりであるとか、先に映して後から結果を見せるみたいなカットの流れとか、そういったものなどが非常に黒澤的だなと思いました。最後の対決、風がビュービュー吹いている中での戦いとなります。風っていう点では用心棒を思い出しますし、ランの中盤にも似たような場面があったかなと思います。そして本作の場合一番大事なのが師弟愛が描かれていることではないかなと思います。黒澤映画において師弟愛というのは非常に重要なキーワードになっていると思います。野良犬、七人の侍、椿三十郎、赤ひげ、そして遺作となったマーダだよ、それらにおいて師匠と弟子のその関係が描かれていきます。黒澤映画は姿三四郎の師弟愛で始まり、マーダだよの先生と生徒たちのその交流で閉じる。これにより師弟愛の連環というものを完成させて生涯を終えることができたのではないかと思います。さて物語に入っていきましょう。姿三四郎を演じているのは藤田進です。藤田進、三船敏郎のようなギラギラした感じはありません。またいわゆるシュッとしたイケメンではありませんが、いかにも人がいい、気は優しくて力持ち、柔道家って普通こういう感じだよなってみんなが思い描くような優しい柔道家の顔をしています。でもこの藤田進の顔を見て特撮ファンあるいはウルトラマンのファンの人はなんかピンとくるものがあるんじゃないのかなと思います。そんな藤田進が演じる姿三四郎がある柔術の道場に入門するところからこの映画は始まります。ところがこの入門した柔術の道場なんですが、ベストキッドのコブラ会みたいなところなんですね。もうなんか見るからにろくでもない奴らがたむろしていて、するとその入門したその日にその中の門馬ってやつが、いいかこれから矢野正五郎ってやつをみんなで半殺しにしに行くからお前もついてこいって、いや入門した初日にそれかって思うんですが、とにかくついていきます。そしてコブラ会の面々は矢野正五郎を待ち伏せしてわーっとやっつけるかと思いきや、矢野正五郎華麗な技で襲い来るやつをバッタバッタとぶん投げていきます。投げては背後の堀かなんかに落とすんですね。ザッパーンと。そうやってほぼ全員を水の中にぶん投げた矢野正五郎です。最後に一人残ったのは今日入門したばかりの姿三四郎です。三四郎としてはそこまでこいつらと一緒にやっつけられる義理もないしなっていうのはもちろんのこと、矢野正五郎の強さに惹かれ、そこでもう惚れてしまうんですね。バッと手をついて弟子入りを志願します。そして姿三四郎一番の名シーン、泥の池の中に咲く蓮の花っていう
場面です。矢野正五郎に無事弟子入りした三四郎は町で喧嘩に明け暮れておりまして、喧嘩で柔道の技とかを使ったことで矢野先生にめちゃくちゃ怒られます。お前は柔道家としては強いが人としては全くなっとらんと言われて、そこで三四郎はちょっと怒ってしまうんです。僕は先生のためなら死ねますと言って矢野正五郎の部屋から飛び出し庭の池に飛び込むんですね。そして池の杭に捕まって先生が許すと言うまで僕はここから出ませんみたいなことを言うんです。もうガキですね。それを見て他の門弟たちは矢野先生に言います。もういい加減許してやったらどうですか。ところが矢野先生はこう言います。いや、あいつが勝手に池に入ったんだし、出たきゃ勝手に出りゃいいだろう。それそうですよね。もう正しすぎてグーの音も出ません。しかし三四郎はもう意地を張ってずっと池に浸かっております。そしてそのまま夜になります。もうすぐ夜が明けろうかっていうその時です。三四郎の目の前で蓮の花が開くんです。それを見た三四郎、突然自分の愚かさを悟るんです。そして池から飛び出し、先生すいませんでしたって謝るんですね。泥の中に咲く蓮の花。なんでそれを見て急に三四郎が改心したのか、愚かさを悟ったのか、その辺の説明は一切ありません。正直私もなんでかって言われたらよくわかりません。でも説明なんかいるんでしょうかね。泥の中に白い蓮の花が咲く、その絵の美しさ、そこに純粋な美しさを見た時に三四郎の心はふっと現れたんですよ。多分この汚い池の中に咲く美しいもの、これはその後の黒沢映画で形を変えて再現されていきます。羅生門であったり赤ひげであったり、これの原型と言ってもいいシーンではないかなと思います。さて、この映画における三四郎最大のライバルが登場します。檜垣源之助という野郎です。この姿三四郎という映画、昭和初期が題材なのでみんな大体和装です。そんな中、この檜垣源之助は洋装で現れます。大体明治から昭和初期にかけての映画で洋装の男が現れたら大抵嫌なやつです。さて、この檜垣源之助という人は黒沢映画に出てくる敵役としてはちょっと特殊な存在であると思います。黒沢映画の敵には顔がないことが多いんです。顔がないっていうのは顔なしっていう意味じゃありません。ただ人格がない、そういうような意味です。例えば7人の侍の野武士たち、彼らは完全に匿名の武士でしたね。もはや人間ですらなく概念みたいなものだったりすることが多いです。生きるの敵は官僚主義、赤ひげの敵は無知と貧困、蜘蛛の巣城の場合は運命、羅生門だとこれは人間の心みたいな、もはや形すら出していないようなものが敵となることが多いわけです。ところがこの姿三四郎の檜垣源之助にははっきりとした顔があります。顔、つまり人格です。なんかよくわからんが強くて怖くて悪いやつではありません。彼が何に嫉妬をして何に腹が立ってなんで三四郎に勝負を挑んだのかってところがしっかりと描かれています。檜垣は力で人を支配する、そういう男です。劇中に出てくる小夜という女の人を好きにはなっているんですが、好きとは言っても、昭和の男にありがちだったかもしれませんが、力で支配するような愛し方でした。に対して姿三四郎は強いは強いんですが、彼は人の心をほぐします。三四郎が小夜と出会うシーンでは、小夜の切れた花を雪の中自ら直してあげたりします。そして三四郎との試合で傷ついた小夜の父村井半助、彼に対して心配して見舞いに行ったりします。そういうちょっと人の心をほぐすようなところが三四郎にはあります。三四郎と檜垣源之助、この2人は何もかも正反対なんです。三四郎の優しさを見せるために黒沢は檜垣源之助にあえてはっきりとした顔を持たせたんじゃないのかなとも思います。さて、三四郎が試合で戦う柔道家の一人を演じたのはみんなが大好き志村隆です。柔道着を着た志村隆の姿はもう7人の侍の官兵衛が柔道着を着て現れたそのものみたいな感じです。そんな大ベテラン感あふれる志村隆を姿三四郎は何度も何度もぶん投げます。ぶん投げてぶん投げてぶん投げます。お年寄りになんてことをするんだとみんなちょっと怒るかもしれません。でもご安心ください。志村隆はこの時38歳です。これが38歳です。昭和の俳優の貫禄ってすごいですよね。三四郎はその前の試合で自分があまりにも強いためにそれを抑えることができず対戦相手を半殺しにしてしまいます。ただそんなことがあったもので小夜の父である村井と戦うのをちょっと躊躇するんです。でも結果彼は全力で挑みます。全力でなければ倒せない相手でもありましたし、そして結果として村井は自分を散々ぶん投げて打ち負かした姿三四郎のことを好きになってしまうんですね。戦うことで相手を憎むのではない、全力でぶつかったからこそ分かり合える。でもその姿を見て面白くない奴がいました。檜垣源之助です。嫉妬に燃えた檜垣は三四郎に果たし状を出し、そして2人の対決となるわけです。
菅田三四郎は主人公と正反対のライバルがいて、そしてその2人が対決するというとても分かりやすい構造の映画です。黒沢はこのタイプの正反対の敵、分かりやすい敵っていうものをこのデビュー作でほぼ描き切ってしまったんじゃないのかなと思います。この後の黒沢映画は敵がどうなるかっていうと、敵は自分の中にもいるであるとか、社会とか世界そのものが敵だとか、そういう方向に舵を切っていきます。そう考えると菅田三四郎っていう作品は黒沢ワールドの原点でありながらターニングポイントなんです。デビュー作で一つの完成を見せて、そこから別の方向に舵を切っていく。新人監督なのに随分先を急ぐ人だなと思います。最後にちょっと打足っぽいエピソードです。当時の日本では映画監督としてのデビューを飾るためには政府の検閲をクリアする必要がありました。そこで、政府の審査会に黒沢は呼ばれます。そこには政府の検閲担当の方がずらり並び、末席に映画界代表で小津安二郎監督も座っていたということです。黒沢は政府の検閲官たちから映画に対する罵詈雑言を浴びせかけられます。しかし黒沢は黙っていました。そのうちついに腹に据えかねてきて、もういいやと、監督になれなくてもいいや、こいつらにこの椅子をぶん投げてすっきりしてやると思って、まさに椅子を持って立ち上がろうとしたその寸前に、今まで黙っていた小津監督が立ち上がって大きな声で言ったそうです。黒沢君おめでとう、菅田三四郎は100点満点で120点の映画だよ、おめでとうおめでとう。それで会場の空気は変わり、黒沢も椅子を投げるタイミングを失ってしまい、結局黒沢の監督デビューが決まったということです。黒沢の自伝によりますと、小津さんには感謝しているが、あの時椅子をぶつけられなかったのは残念だと書いています。そして私たちも小津安二郎に感謝しなくてはいけません。もしその場に小津がいなかったら、黒沢は今頃映画監督はやっていません。私たちは7人の侍も用心棒も影武者も乱もない世界を生きなければならなかったんです。ありがとう小津先生。はい、さていかがだったでしょうか。動きと音のダイナミズム、泥の中に咲く美しい花、そして師匠と弟子の関係、菅田三四郎は黒沢映画の原点です。そしてここから続く作品で黒沢映画がどのように変わり、どのように進化していくのかを順々に追っていきたいと思います。次回は黒沢明の監督第2作、一番美しくです。この動画が面白いなと思ったらいいねよろしくお願いします。そしてチャンネル登録お願いします。はい、さよならさよならさよなら。